で、夏葉。ビルもないし、パン屋さんもスーパーもドラッグストアもないや。すっごいね。ガラーンとしてて、なんだかとってものびのびしてる。夏葉。すっごいね。東京と全然違うね。ねえお兄ちゃん。夏葉たちのうちどこ？まだまだだよ。ここは土佐山田で物部のじゃない。あと1回だけバスに乗る。またバス？もっと行くの？うん、まだまだ。もっと田舎なの？物部のって。物部のは確かに田舎になっちゃうけどさ。ここは土佐山田はれっきとした町じゃない。町？バスターミナルもタクシー乗り場もあるし、お店も家もこんなにたくさん並んでる。それにそれに電車が走ってて、駅舎があって、しかも緑の窓口がある。これが街の証拠じゃなくてなんだっていうのさ。それじゃあ電車が走ってて駅があったらそれで街なの？物部のがそれで田舎なら電車走ったりしてないの？確かに物部のに電車は走ってないよ。けど駅はあるんだ。バスの駅がね。バスの駅？夏葉初めて。バス停の近くにバスの展開場とバス待ちができる小さなお店が入った建物がある。それが駅。へえ、なんだか面白そう。こんな立派な駅ってわけじゃないけどね。バスの切符ももちろん買えるし、駅としての機能は十分だ。こんな立派な駅？ね？ねって言われても。お兄ちゃん、ちょっと大げさに言ってない？ここよりすごい、そんなものすごい田舎があるの？田舎っていうか山だよ。山の中。物部のこと夏葉全然覚えてないの？覚えてない。夏葉たちそんなところで暮らしてたの？そうだよ。山の中のお家なの？お肉焚き火で焼いたの？山の中って言ってもちゃんと普通の家だから。そうなんだ。お肉も当然キッチンで焼く。そうなんだ。まあいいさ。帰ってみればすぐにわかるよ。って夏葉やばい。バスに乗り遅れる。走るぞ。待って、乗ります。よ
よかった。なんとか助かった。助かりました。はあ、びっくりした。楽しかった。もう一回やって。もう一はいはい。また今度ね。ほら、バス動くよ。座って。回。夏葉、窓際がいい。はあ、ギリギリだったね。でも間に合ってよかった。本当に助かったよ。お兄ちゃんってば大げさ。次のバスでもよかったのに。次のバスなんてないんだよ。今日のバスはこれが最後。でもまだこんなに明るいよ。お昼だよ。ほら見て、お兄ちゃん。分かってるって。お昼でもこのバスでおしまい。なんで？お客さんが少ないからね。ほら、僕ら以外にお客さんいないだろ。ほんとだ。誰も乗ってない。夏葉たち二人占めだね。貸し切りだ。ほら、夏葉見てごらん。どんどん山に入っていくよ。本当だ。お家少なくなってきたね。代わりに自然が増えてきた。お兄ちゃん、川が見えるよ。大きい川。物部の川だね。水遊びも魚釣りもできる。水遊び。夏葉する。お魚も。夏葉、お魚釣れるかな。魚釣り、特に川釣りはどれだけじっと我慢できるかの勝負になるね。夏葉、お魚釣り苦手そうかも。どうだろうね。あれ、夏葉が溺れたことなんて。お兄ちゃんも夏葉、お魚釣りやめといた方がいいと思う。いや、そんなことないよ。苦手なら練習すればいいだけのことさ。僕が教えてあげるから、時間があったらやってみようよ。見て見て、お兄ちゃん。バス停の看板、本バラ。そういうこと言わないの。はーい。あ、なにあれ。鷹？おっきい鳥。トンビだね。東京でも見ることあるよ。鳥。ほんとに？夏葉見たことないよ。あ、今なんか動いたよ。あそこ。夏葉、こう見えてデリケートっていうか、ちょっと気難しいとこあるからな。すっごいね。あっちもこっちも木ばっかり。そうだね。ここらの山肌は全部が森だから。どうしよう。森にはきっと怖い魔女とかがいるんだよ。魔女？怖くはないけど、それっぽい人が一人いるよ。魔女っ
っていうか2個っていうか。ああ、大きな橋。あの橋渡らない聞いてないし。遠足の山と全然違うね。埼玉のはね、秩父以外は山じゃないから丘がいいとこ。そっか、こんな山奥で暮らしてたんだ。夏は全然覚えてないや。まあしょうがないよ、昔のことだもん。夏葉はまだちっちゃかったもんな。みんな元気だといいけど。夏葉、着いたらちゃんと挨拶するんだぞ。夏は挨拶できる。本当？じゃあ練習。夏葉ちゃん、こんにちは。お久しぶりですね。こんにちは。おひやりぶりです。おひたしぶり？違うよ、おひたし。あれ、もうお兄ちゃんが変なこと言うから混ざった。ごめんごめん、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。そうそう。ああ、そういえばさ、ホイホイ一里って知ってる？ほいほい、ゴキブリと関係ある？ない。他のホイホイ、夏は知らない。山の中でさ、気配がするとき怖いから声をかけるんだ。ほーいって。怖いってクマとか？そうそう、大声は獣よけにもなるからね。で、相手が人なら声が返ってくる。ほーいって。近くにいたんだ。そう思うから挨拶しようと探すけど、なかなか姿は見つからないんだ。どうして？お化け？違う違う、相手はずっと遠くにいるから見えないだけ。声がするのに？遠く、3キロから4キロとか離れてても、こんなに静かな山の中なら声が響いて届いちゃうんだよ。本当にね、すぐ隣にでもいるみたいに聞こえるんだ。だから山の中では。夏葉？眠いの？寝ちゃったか。そりゃ疲れたよね。いやおっきくなったな。あっという間に大人になって僕のこととかうざがるようになっちゃうんだろ。よいしょ。スミ、消えるなよ。ずっと帰ってこれなかったもんな。お兄ちゃん。ん？
どうした？ハンバーグ畳まないで。夏葉、夏葉。もう着いた？もうすぐ準備して。はーい。お兄ちゃん、夏葉どれくらい寝てた？2時間ちょっとくらい。そんなに？ん？猫見て、なんかこっち見てるみたい。ああ、ほんとよく気づいたね。泣いてる。はーい。にゃーにゃー。あはは、返事したみたい。かわいい。山猫だよ。村の猫に知らせてくれてる。知らせてる？何を？僕たちが帰ってきたって。ははは、お兄ちゃんでばー。あ、猫ちゃんバイバイ。夏葉、いい加減出ておいで。準備しなきゃ飛行機に間に合わないよ。ほら、パジャマ着替えて。やだ、夏葉行かない。去年も夏葉のわがまま聞いたよな。一昨年も、その前だって今年こそは帰るって約束だったろ。夏葉もそれでいいって言ったじゃないか。でも嫌なんだもん。じゃあ僕一人で行くよ。夏葉はお留守番。それでいいんだな。やだー。それじゃあ一緒に帰ろう。みんなも待ってるしさ。ね。嫌なの？どうして嫌か訳を話してくれなきゃ。じゃないと僕もどうしたらいいかわからないよ。だって？でも物部野って広いんだね。バスで2時間ってきっと埼玉から群馬とかまで行けちゃうでしょ。実際物部野は広いけどそんなに距離があるわけじゃないよ。山道をこのバスで登ってるから。そっか、ゆっくりだから時間もかかるんだね。そんなに走ってたなんて嘘みたい。景色全然変わってないや。まあね。ほら前を見てごらん。道とトンネルと山しかないね。今度は後ろ。道とトンネルと山しかない。これが物部の村。でもこのトンネルを抜けたとこにはちょっと開けた町が。次は大土地駅。次は大土地駅終点です。折り返しのバスはございません。終点だって。もうすぐだ。ほら降りる準備。はーい。どっこいしょっと。ああ、お兄ちゃんじじくさい。夏葉の荷物も持ってるんだからな。重いんだよ。夏葉の荷物、とこしょっしょどっこいしょ。ああ、ほれほれ夏葉や。降りんといかんよ。お兄ちゃんがおじいちゃんだ。やだ。
時間通りじゃの。ってスミ、なんで？何とはなんじゃ。せっかく出迎えてやったというに。いや、だって。スミちゃん。おー、夏葉、久しいの。うわー、久しぶり。また会えて嬉しいな。わらわも嬉しい。息災のようで何より。長いキロゆえ心配しておった。息災？キロ？息災とは無事のこと。キロとは帰りの道のりのことじゃ。てか、スミこそ平気なの？家からここまでだって遠いのに。お主らの旅路ほど遠くない。夏葉、疲れてはおらぬか？うん、疲れてない。元気だよ。夏葉もうお姉さんだから。じゃあの、ほんに大きくなった。すっかり娘らしくなって。それに比べて通るときたら図体ばかりがでかくなり、礼儀作法は忘れてしまったようじゃの。いや、違うんだよ、スミ。何が違うというのじゃ。来るなりわらわをまるでわらべのように扱いよって。そういうことじゃなくって、ただ心配で。ってそうだ、ほらこれ手紙。手紙？何のじゃこれ。なるほど、実に巧妙な手紙じゃな。まったく。巧妙？いかにも。わらは徹のヤモリ。家に外に出ることも稀じゃ。家に引きこもっているのは当然のこと。ああ。その上、庭に出るのは水まきの折ちゃん。見姿も揺らごうものよ。ああ、そっか。言われればそうだよね。さすが有島アリスといったところか。そうだけどアリス。はい、おかえりなさい、トールさん。久しぶりです。会いたかったです。アリス、なんでいつの間に。トールさんの背中が大きくて素敵だなって。あと久しぶりで恥ずかしかったし。変わらないねアリス。元気そうで何よりだよ。変わってませんか？嘘、そんな。何年経ってると私綺麗になってません？自分で言うかな。やだ、つい。変わったところは外見だけじゃの。綺麗になった。ねえねえ、夏葉は？お兄ちゃん、夏葉は？夏葉も綺麗になってるよね。ねえ？おっと。綺麗になったね、なっちゃん。すごくお姉さんらしくなった。ほんと？お久しぶりです。お久しぶりです。なっちゃん、ちっちゃかったのにね。私のこと覚えててくれた？アリスちゃんとスミちゃんのことは忘れないよ。もの
のべののことはあんまり覚えてなかったけど。そうなの？じゃあまずは大土地を見て回る？大土地、このバス停の名前だよね。この辺全部が大土地なの？そうだよ。けどなっちゃん、そのことも忘れちゃったんだ。あんまり覚えてないかも。そっか。なら思い出すためにも一緒に大土地見て回ろうよ。5分。ああ、そうだ、手紙。その反応、やっぱり意図的なんだ。だってアリス？だって毎年毎年待ってたのに、トールさん帰ってきてくれなかったから。そのさ、アリス。ならば素直に誘えばよかろう。わらはお出しに偽手紙とは。今の嘘泣きだったの？でも嘘は少しも書いてませんよ。スミちゃんも元気がなかったのは確かだし。それはもちろん私も寂しかったんですよ、タルさん。うわっ抱きつくでない。はしたないにも程があろう。こんなの普通のスキンシップ。さっさと離れぬか。見ているだけで暑苦しい。あらら、やきもちですか？スキンシップすればいいじゃないですか、スミちゃんも。何を別にわらはトールに抱きつきたくなぞ。二人とも夏葉が怖がってるから。ナツハ、別に怖いとかじゃ。スミが無事なのが分かったし、もういいよ。手紙を受け取った瞬間は死ぬほど心配したけどね。ごめんなさい、トールさん。余計な心配をおかけして。分かればよいのじゃ。だね。手紙の話はこれでおしまい。どのみちアリスに手紙をもらわなくても帰るつもりだったし。そうなんですか？でもじゃあどうして？それは。なにお兄ちゃん。ゴタゴタしててタイミングは合わなくてさ、うまく時間が作れなかったんだ。単にそういうことだったんですか。確かに医学部はものすごく忙しいってパパも言ってました。そうだよ。お勉強とアルバイトでお兄ちゃん大忙しなの。夏葉とあんまり遊んでくれないくらいなんだから。勤勉なのは美徳じゃが、家族をないがしろにするほどというのはちと行き過ぎかもな。ごめん。でも医学部のお勉強は大変なんだよ、スミちゃん。お医者さんになるって人の命を預かるっていうことなんだから。それはそうかもしれぬが。まあ二人ともそれはもちろんそうなんだけど、医学生の間はそこまで厳しいものでもないし。でもパパの話だと医学部で脱落しちゃう人結構多いって。それは体力的な問題じゃなくて適性の問題とかだよ。適性ですか？まあその辺の話は長くなるしさ。
この炎天下じゃ僕らはともかく飛車角が。トールボン、よかった。わしのことを覚えといてくだすったんですの。少しも呼んでもらえませんけ。わしはもう忘れられてもうたもんかと心配で心配で。飛車角ちゃんだ。夏葉お嬢、お嬢もわしのこと忘れてたけど今思い出した。なんと。思い出したら忘れてないからセーフだよ。おお、疎外はまっこと真実ですの。近頃は飛車角も物忘れが激しいからの。身につまされる一言であろ。ん、そういう恩師は誰じゃったかの。わらわを忘れるような傘ならわらわもどこかに忘れてやろうぞ。あ、うちの診療所置き傘が不足気味です。そうじゃが。トールボン、トールボン、助けてつかさい。この暑さだもん。飛車角もそりゃボケちゃうよ。ひどっ。さすがに徘徊されるようになってはちと不便じゃの。ですよね。てかなっちゃんもごめんね、立ち話長引かせちゃって。夏は楽しいよ。だけど涼しいとこでのおしゃべりだったらもっと楽しいかも。じゃあ行きましょっか。大土地だね。夏葉行く。行こう。お兄ちゃんもすみちゃんも。